本日はこちらです。べっこうのね、飴色、あんな感じに見えなくもないです。ほぼほぼ、金の見た目にそっくりです。ちゃんとした金をね、メッキでも使ってるものはこんな感じでね、テスターご判定しちゃうんです。はい。おなじみのネオジム磁石です。この強力な磁石でつくのかどうかやってみます。はい。これ、オパールだと思われます。チャンネル独自のですね、銀の査定結果を出してみようと思います。はい。今日もですね、こちら、ヤフオクで入手したアクセサリーを一つ一つ、検証、発掘していきます。では、重さをね、測っていきます。はい。こちら、524g です。はい。今日は一体何が出てくるんでしょうか。いつも通り一つずつ丁寧に、発掘、検証していきます。はい。では、一発目、第1弾。何が出るかというか、これがもうすごい気になってました、最初から。もう何しろでかいです。これ、一体何なのか見てみましょう。はい、こんな感じです。大きい玉ですね、もう。親指大ぐらいの大きさの玉がついてます。若干半透明というか透き通ってるようなものなんですけれども、どうでしょうか。独特な、模様というか内包物が見られます。では拡大して見てみましょう。はい、こちらです。ちょっと、どうでしょうか。こんな感じで、独特なね、内包物が見られます。このようにですね、ガラスやプラスチックのようなものと違って、一つ一つですね、中の内包物の構造が、違います。特にこの、なんていうんですかね、この模様というか、独特な、どうでしょう、かつて、動画に登場したべっこうのね、濃い、なんていうんでしょうか、茶色、飴色、あんな感じに見えなくもないです。で、同時にですね、アンバー、琥珀にも、なんか似てるんじゃないかなと思われるね、感じもします。ただこの濃い茶色が出てるところはなんとなく、ね、べっこうの模様にね、なんか似てるかなと思うんですが、結構ね、一玉一玉、内包物のこの特徴、大きかったりちっちゃかったりね、これもかなりわかりやすいね。なんか入ってるようなものが見えます。今のところね、ガラスやなんかによく見かけるわかりやすい気泡はないんですが、これが一体何なのか、そして、見るべきはこの穴なんですけども、穴の加工も結構綺麗ですね。真珠のように、丁寧に開けられてる印象です。これが何なのか、ちょっと私にはわからないですね。ただもし何かしらの天然素材であった場合は、一玉一玉がとても大きいので、それなりになんか良さそうな気はするんですが、ちょっと入んないな。難しいというか、わからない素材ですね。でもプラスチックとか、あとガラスとかと違って、なんていうんですかね、柔らかさというか、この熱の伝わり方とかもゆっくりな感じですね。はい。そういった、すいません、謎の品物となりました。では次行ってみましょう。次は、こ
これはもう何度か見てますね。これ。じゃあ、このね、イヤリングなんですけれども、多分、期待しているものだと思われます。はい。独特な光沢とね、小さな粒なんですが、一粒一粒違うものがついています。こんな感じですね。10倍拡大のルーペでも、この独特な構造、光沢だったり、形が違ったりっていうのが見て取れます。ではもうちょっと拡大して見てみましょう。はい、こんな感じです。とっても綺麗ですね。真珠だと思います。独特な光沢と、それからこの巻きって呼ばれる真珠層ですね。こんな感じで、濃い薄いだったり、モコモコしてる感じは真珠層なんではないかなと思われます。なので、このちっちゃい粒々の真珠をこうやってたくさんね、くっつけて作ったイヤリングだと思います。はい、そんな天然由来の、お品物でした。では次行ってみます。次。じゃーじゃーん。これは、はい、手でこうやってギューってやるバングルですね。つけると、こんな感じです。で、素材を示す刻印ですね。特に素材を示す刻印はありませんが、まずですね、この構造を、見ていただきます。はい、こちら、拡大した様子を見てください。この細かいね、傷が入っている、この金色ですね。これ実は表面のこの状態は、ほぼほぼ金の見た目にそっくりです。だけれども、ここですね。今横から撮影してるんですけれども、ここのね、傷がいっぱいあるところの金色と、内側、全然色違いますね。黒くなってます。黒っぽい色が、ここちょうど境目ですね。こんな感じです。なので、メッキ製品というのは、しょうがない。もうここでわかるんですけれども、この表面の状態が結構いいので、普通のそのメッキ製品とか、あと、最近の市販されたものの、安価なメッキアクセサリーと違って、それなりに、金の、金イオンが、溶け込んだ、いわゆる、メッキ液ですよね。金の、ちゃんとした金を使ったメッキなんじゃないかなという、お品物です。ちょっとね、その、凄さというか、この金のメッキの、判定ですね、どの程度の品物なのかっていうのをやってみたいと思います。で、よく出てくるこちらです。じゃあ、試金石です。これね、板。黒い板です。モノリスですね。これに、薄くね、思いっきり削ると全部剥げちゃうんで、ちょっと削ってみます。はい、こちらですね。この薄く、伸びてるところですね。これ軽く削りました。はい。で、ここにテスターをつけると、そのメッキの良し悪しもわかります。ですが、すいません。テスターを忘れたんで、ちょっとお待ちください。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい。では、早速ですね、この削り跡にテスターをつけてみます。はい。思った通りの結果が出ました。ここですね。これ今ちょんってつけたんですけれども、削り跡消えません。なのでご判定してしまったりする、理由というか、よくあるパターンなんですけれども、こんな感じでね、ちゃんとした金をね、メッキでも使ってるものはこんな感じでね、テスターご判定しちゃうんです。ただ、このメッキでもいい金が使われてるメッキは、こんな風に、テスターご判定しますよということは、買取屋さんや、多くの
この業者さんは知ってますので、この辺をカンパするためにですね、たくさん、削ったりですとか、場合によっては切ったりですとか、そういうことをします。なので、大手の地金賞なんかでは、破壊検査が前提になってますので、わかる、カンパできるものなんですけれども、それぐらいですね、ここに使われてるメッキは、今ではね、ちょっとね、割高なんで、業者さんみんな作る方は、ここまでやらないと思います。そんなお品物なんですが、こちらね、裏にちょこっと刻印があるんですけど、リファレンスナンバーがわざわざ打ってあって、なおかつですね、Made in USA って書いてあります。なので、アメリカの、なんかのファッションブランドかなんかなんですかね。で、企画されて作られたものだと思います。もう、多分ね、ここまでやるの結構古い、お品物だと思います。で、実際は、これ色を内側見るとわかるんですけれども、ほぼほぼブロンズ、真鍮だったり、銅のが含まれていたりっていう、そういう合金ですね、にメッキをしたものだと思われます。製品としては結構ちゃんとできてますね。いいものだと思います。はい、そんなこんなお品物でした。では、次行ってみます。次はですね、じゃん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 じゃーん。はい。この石がついた、こんな感じで、はい、バチンと留められる。これ多分スカーフをこうやってキュッて留めるやつだと思います。では拡大して見てみましょう。はい、目についてる、なんていうんですかね、ピンクで、白っぽい感じの石はおそらく天然石だと思われます。はい、こんな感じです。もうこの状態で、ね、内包物がね、こうやって、たくさん確認できます。これが何なのかはちょっとわかんないんですけれども、おそらくですね、ローズクォーツみたいなやつかなと思われます。はい、これもかなり特徴があります。で、素材を示すような刻印はなかったんですけれども、こんな風にちっちゃなね、アクセントになる石がついていたり、ですね、ここにね、缶がついていて、こうやってぶら下げられるようになってるやつもあるんですけど、これはね、途中まであるんですけれども、このパーツはついてないやつです。はい。そんな感じの、おそらく天然石と思われるものがついたスカーフを留める、こんなものです。はい、次行ってみましょう。次は何かな。じゃーん。はい、こちら。指輪です。こんな感じ。こんな感じです。はい、これ見てみましょう。はい、わかりやすいね、大きい石がついていて、あと、小さなね、メレサイズの石がついています。で、構造的には内側に、はい、特に刻印はありませんでした。では、見た目ですね、こう、拡大して見てみましょう。こんな感じでね、すごい綺麗な、石がついています。何色なんですかね。少し紫色が入ってるんですけれども、多分、キュービックジルコニアみたいなやつかなと思われるんですが、その中でもカットがこんな感じで、正確かどうかわかんないといえば、わかんないというか、いわゆるラウンドブリリアントカットのファセットを模している、真似て作ってるんだと思うんですけれども、この辺に、角がですね、やっぱり丸くなってしまってる部分があるのと、よく見るのはこのガードルですね。ガードルが、すごく厚いということです。で、構造的にはこんな感じで、ちゃんと下穴がね、開けられてるタイプなんですけれども、素材を示すような刻印はありませんでした。中途半端な重さはあるんですけれども、おそらくこういう作りですので、何かしらのファッションリング、メキンだと思われます。では次行ってみます。次は、指輪つながりでこちらじゃー。色は金色です。だけれども、はい、見てみましょう。こちら、こんな感じの指輪です。はい、表面は梨地っ
て、このわずかな傷みたいに見えるね、こういう作りをしています。で、内側ですね、内側はこんな感じでピカピカなんですね。で、特に素材を示す刻印はありませんでした。で、こちら、どうでしょうか。中途半端なこれも重みがあります。で、磁石をですね、すいません。磁石もなかったです。はい。では、こちら。はい。おなじみのネオジム磁石です。この強力な磁石でつくのかどうかやってみます。はい。でん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 。はい。思いっきりついちゃいました。はい。こんな感じです。はい。なので、すごい強い磁性がある、鉄っぽいやつなんでしょうね。はい。そういったお品物でした。多分、ステンレス系の、ステンジュエリーとかそういう名称で、売ってたものなのかなという感じです。では次行ってみます。次は何か、こちら。じゃーん。はい。こんな感じの、引っかかってる。ダメだ、引っかかってる。引っかかってますが、はい、こんな感じのネックレスです。はい、残念ながら素材を示すような刻印はありませんでした。はい。ですが、こちら拡大してみましょう。はい、こんな感じです。とっても綺麗なね、石がついています。これ、オパールだと思われます。ぎゅーっと拡大すると、こんな感じでですね、幻想的な、有色効果と呼ばれる、模様が確認できます。とっても綺麗ですね。こんな感じです。で、よくあるのは、貼り合わせ石なんですけれども、わかりやすいのはまず側面をですね、見れるタイプは見た方がいいということです。セッティングの仕方によってはね、全然見えない場合もあるんですけれども、これは見えそうな作りなので、こんな感じで横からですね、見てみます。で、横にもこれ有色効果確認できますね。で、貼り合わせのこの下地が黒いね、板みたいなの貼ってあったりするんですけれども、これはどうやらなさそうなので、そういった分かりやすい貼り合わせタイプではないということです。はい。そういったお品物でした。とっても綺麗です。では、次行ってみます。次は、どうしようかな。じゃあこれ。じゃーん。このエスニックなやつです。こんな感じでいっぱいついてます。じゃあ、これは何ですかねとも思ったんですが、これもね、何回か似たような構造のものを動画で出てきて見ています。はい、拡大して見てみましょう。はい、こちらです。こんな感じで、独特な表面ですね。傷なのか模様なのか、素材感のあるものがずっとね、出てます。で、これおそらくですね、角だと思います。なんかの動物の角ですね。そういったものを加工した、お品物だと思われます。この辺も、見えますね、これはね、角じゃないと思います。この玉はね、おそらく木とかそういうのを加工したんじゃないかなと思われるんですが、さっきのは、こちらですね、この色がついている、なんとも言えない、なんですかね。でもこれは角っぽいやつだと思います。そんな感じの天然素材っぽい、ネックレスでした。では次行ってみましょう。次は、どれに、これ綺麗だな。はい、こちら。じゃーん。こんな感じの、飴色の、これはネックレスです。はい、チェーンの方にね、素材を示すような刻印はありませんでした。はい。で、ここですね、問題は。見た感じですね。じゃあ拡大してみてみましょう。こんな感じでとっても綺麗です。はい。独特な模様が見られます。で、これも、なんでしょうね。アンバー、琥珀っぽい感じはするんですけれども、
これも、まあ、私の方ではわからないやつですね。琥珀のなんていうんですかね、独特なこの見た目はね、本当に綺麗に入ってるんですよね。で、いわゆる人工的なものによく出てくる、気泡らしきものはね、この拡大では多分ね、まあ、ちょっとらしきものは見えるんですけれども、でも、まあ、ガラス系とかと比べると、全然そういうの見られません。はい。こうやって拡大してみると結構面白いですね。で、このちっちゃい玉がついてるんですけれども、このちっちゃい玉もちゃんとね、同じような構造がね、なんていうんですかね、出てるんですよね。はい。これ小さい玉ですね。ついてる方の玉も同じようにこんな作りをしています。はい。なので、まあ別光なのかな。今年別光なのか何なのかわかんないんですけれども、いかにもそれっぽい、お品物です。はい。鑑別とかをちゃんと取んないと、この辺はとっても難しいやつです。はい。では次行ってみましょう。次。じゃーん。じゃあこちら。指輪ですね。こんな大きい石がついた指輪です。じゃーん。これ、キラキラしてますね。何なんでしょうか。見ていきましょう。はい。緑色の石がついています。で、ちょっとね、かすれてて自信がないんですけれども、一応925の刻印がね、ありました。こんな感じで見てみましょう。はい。このね、緑色の石なんですが、このカットのところにもすごい傷がガリガリに入っています。高度が、まあ、低いものなんでしょうけれども、まあ、多分ガラスとかそういう類似石とかそういうんだと思われます。で、この刻印がですね、ここにうっすらね、入ってるんですよね。で、最後まで、はっきりね、9が見えるわけじゃないんで、ちょっとかすれてるんですけれども、まあおそらく925かなというところです。なので、まあ銀が取れるかもしれないので、まあこちら、じゃあ、この綿棒の箱にね、入れて検証しながら、まあだいたいいくらぐらいになるのか、チャンネル独自のオリジナルの査定をですね、後でやってみようと思います。まだね、あるかもしれないんで、取っておきます。次、また銀出るかな。じゃーん。これは、どうですかね。はい。こんな感じの指輪です。はい、これも見てみましょう。ちょっとね、素材を示すような刻印は見当たりませんでした。デザイン的にはちょっとなんかアンティークっぽい見た目なんですけれども、実際は多分新しいもので、デザインだけこういう風に作ってあるっぽいですね。はい。で、素材を示すような刻印はありませんでした。こんな感じでね、内側にも結構、なんか構造的な、なんですかね、これ、単造でこうギュッて打ち抜いたような作りなんですかね。内側にもこういう風に模様がありますが、刻印はありませんでした。素材感としてはどうですかね。ちょっと私は銀とかそういうんではないと思っています。はい。ではそういったお品物でした。次行ってみます。次はどうしようかな。じゃあずっと指輪だったんで、また違うの行ってみましょう。じゃあ、これ。なんか勾玉みたいな形をしています。はい、こんな形です。はい、もうこれ相当透き通ってますね。綺麗に模様というか、グラデーションみたいなのが見えます。なので、期待はできそうです。はい。ちっちゃいんですけれども、この素材を示すね、刻印がついていて、こちらですね。この缶ですね。ここにね、シルバーの刻印がありました。で、そもそもこの素材を、天然石ですね、パワーストーンみたいなやつをちょっと拡大して見てみましょう。はい、こんな感じで、独特な縞模様があります。これはおそらく目のだと思われます。この辺も綺麗ですね。
模様入ってます。ただ、この緑色が、天然由来なのかどうかっていうのはちょっとわからない。で、よく言われるのは染色してんじゃないかと言われています。そんな感じの、お品物でした。で、ここね、ちょっとわずかなんですけど、銀が取れそうなので、ここに入れておきます。では次行ってみます。次。でん、じゃーん。はい、また指輪出ました。結構ね、キラキラの石がついています。はい、こちら見ていきましょう。これはですね、シルバー G という刻印がついてます。このシルバー G ね、よく出てくるんですけれども、ごめんなさい。ちょっとね、この向き的に写りが、出ましたね。はい、これです。シルバー G って書いてあります。はい、これ G って書いてあるやつはみんなね、銀が多分取れないやつなんですよね。で、石の方はこんな感じで結構綺麗な石がついてます。黄色い、なんでしょうね、シトリンなのか何なのかはわかんないんですけれども、こういった石がね、ついている指輪です。じゃーん、じゃーん。はい、こんな感じでした。次行ってみましょう。次はどうしようかな。これ。これは、なんでしょうね。こんな感じの、緑色の玉がついたり、金属パーツがいっぱいついてるやつですね。はい、こんな感じのネックレスです。では、拡大して見てみましょう。はい、こんな感じの、このね、オレンジ色のちっこい石はなんか目のっぽいですね。で、この緑の玉も何かはわかんないんですけれども、天然石っぽいのがついています。で、問題はね、かなりたくさんついてるこの金属のパーツなんですけれども、どうでしょうね。銀とかだったら嬉しいんですが、見た感じ、この表面のね、ここです。銀色はいい色をしてるんですけれども、薄くなっちゃったんですかね。この削れたりなんかして。その下側がね、多分茶色とか黄土色がうっすらね、この辺見えてきてるんですね。なので、多分真鍮にメッキをしたようなパーツなのかなと思われます。はい。銀だったらもっとね、黒くなってたりすると思うんですよね。見た目は銀みたいなところもあるんですけれども、どうだろうな。ちょびっとだけ、ちょっと外し、こう削って、この大きいのは多分ダメそうなんですよね。で、このちっこい玉ですね。この玉が若干怪しいので、軽く削ってみます。これですね。この色です。こちらですね、ここ。これね、なんとも言えない色をしてるんですけれども、これおそらく真鍮だと思われます。はい、結構柔らかいんですけどね。はい、そんなお品物でした。じゃあ、なんか古い感じのデザインはある。それと、この玉が多分天然石パワーストーンみたいなのがついています。では次行ってみましょう。次。じゃーん、じゃーん。はい。絡まってる。こんな感じのブレスレットです。はい、素材を示すような刻印はありませんでした。こういう感じでちっちゃいね、キラキラのライスストーンみたいなのがたくさんついてます。はい。ということで、試しにつけてみるとですね、こんな感じの、はい、テニスブレスレットです。では次行ってみましょう。次は、どうしようかな。じゃあ、これ行ってみましょう。この金色のチェーンがついたペンダントです。はい、こんな感じです。はい、素材を示す刻印はありませんでした。ただですね、ペンダントトップについている、石がですね、特徴があります。拡大して見てみましょう。こんな感じです。これ、多分ですね、これ別個だと思うんですよね。このタイプも見たことがあります。ただ、貼り合わせとかそういうやつだとは思うんですけれども、これがですね、別個だと思われます。
はい、そんな感じのペンダントネックレスでした。次行ってみましょう、次は、じゃあ、こちら、じゃーん、このブローチですね。はい、ブローチです。こんな感じで、綺麗です。はい。素材を示す刻印はこちらもありませんが、ついてる石が結構綺麗ですね。多分、これも天然石だと思われます。では見てみましょう。こちらですね、独特な、模様というか、内包物ですね、が確認できます。こんな感じでびっちり入ってますね。わかめじゃなくて昆布じゃなくてひじきみたいになってますよね。すごいわかりやすいです。これが、何なのかと申しますと、はい。こちらですね、固形目のモス、アゲートとか呼ばれる天然石のようです。メノという鉱物の中にクローライトや鉄、マンガンなどの鉱物が内包され、それがまるで苔や木の枝のように見えるのが特徴です。はい。そんな感じの、固形目のモス、アゲートと呼ばれる、天然石のついたブローチです。はい。次行ってみましょう。次は何か、なんかこれもすごいな。はい。じゃーん、こちら。こんな感じのネックレスです。はい、こちらもよく見てみましょう。はい、これ独特な、表面ですね。この柔らかい感じもありますが、内包物も結構、うっすらですね、見えて、独特な見た目をしています。で、これね、これもアンバーなのか、それとも、これもべっ甲なのか、ちょっとね、この重ねてこうギュッてやってるところは、べっ甲細工で、似たようなのを見たことがあるので、べっ甲なのかなという印象です。はい、そんな感じのネックレスでした。では、次行ってみます。次はこれ、このでっかいやつですね。これも何なのかちょっと、わかんない。すごい重たいです。でっかいです。こういうね、青い石がついたネックレスです。はい、素材を示す刻印が一応ついてて、SV ってなってます。ただ、このクラスプパーツが銀でできてるかどうかはちょっとわかんないですね。で、表面がこんな感じの、かなりね、ごっつい感じの石がいっぱいついてます。これがどうなんですかね、いわゆる、ターコイズなのか、ちょっとわかんないんですけれども、かなり、なんていうんですかね、天然由来のような、見た目をしてますね。ただ、この青いところが本当に真っ青なんで、こんな風になるんかなというのがあるんですけれども、よくわかんないんですが、こういったお品物です。結構でかいんですよね。で、重たいです。こんな大きいやつです。はい。ちょっとわかんないんですけどね。そういったお品物でした。では次行ってみましょう。残り結構少なくなりました。じゃあこれ見てみましょう。これ、じゃーん。はい、これ、時々見かけるやつですね。この、クラスターっぽいやつです。はい、これ、拡大して見てみましょう。こんな感じで、アメジストのね、結晶が生えてんのかなっていうクラスターのような、ものをペンダントトップに加工したものです。金具の方はどうですかね。ちょっと見えないんですが、はい、特に素材を示すような刻印はありません。で、裏側はこんな感じですね。はい。で、横、これなんでかわかんないんですけど、周りがこんな感じで金色になっています。はい。そんな感じのペンダントトップでした。では、次行ってみましょう。次はどうしようかな。じゃあ指輪もう一個。あれこれなんかさっきのに似てないですかね。あれそういえばさっきのどこ行った？あ、そっか、ここにしまったんだ。これになんか、作りがちょっと似てるような感じです。では、よく見てみましょう。はい、素材を示す刻印は残念ながらありませんでした。石はね、こんな感じです。緑色の結
構ね、はっきりした色の石がついています。はい。なんていうんですかね、この辺、キラキラなんですけれども、まあ、かしらの人工的な、合成した石なんじゃないかなと、思われます。ちょっとわかんないです。で、こちらですね、磁石は、磁石つきますね。こんな感じで磁石つくやつです。はい、そんな感じの指輪でした。では次行ってみましょう。次は、じゃあこちら。はい、これも結構見ますね。貝をはめ込んだペンダントトップです。これも拡大した方が早い。こんな感じで綺麗な、貝の模様ですね。ついてます。とても綺麗です。これギューッと拡大すると、この緑色の部分なんかはね、なんかさっきのオパールのね、有色効果みたいに、見えたりもします。はい、そんな感じのペンダントトップでした。じゃあ、では次行ってみましょう。次はどうしようかな。これなんかみんな似たような感じなんで、これを一気に行ってみましょう。これ多分揃ってんのかな。これと、これと、絡まっちゃってる。これと、これと、これと、これ。この辺全部一緒だと思う。なんか仲間だと思います。はい、こんな感じの、タイバー、タイピンとですね、あとカフスだと思います。では、ちょっとよく見てみましょう。まずはですね、これ揃っているか。これとこれは多分揃ってますね。ペアになっています。で、こちらも形が揃ってるんでペアになってますね。で、あと、これとこれも合ってるっぽいので、多分これがこんな感じで、3点で1つ。で、これが、ちょっと形わかんないんですけども、これとこれがなんとなく近いのかなと。で、これは単品であります。で、共通するのはですね、全部、緑色の石なんですね。では、この辺をね、ちょっと見ていこうと思います。これは結構、シルバー .F になってます。F は、フィールドだと思いますので、針とか、あと、厚めのメッキやなんかと同じだと思います。プレイテッドの P とかとほとんど同じ扱いだと思うんですけれども、ここから銀を取ったりはね、できないと思います。また、ここにも刻印ありましたね。これ、こういう、挟むね、ネクタイピンなんですけれども、これの裏側ですね、ここに刻印がありました。見てみましょう。はい、こちら、陽銀って書いてあります。陽銀も、名前は銀なんですけれども、銀が取れるものではないです。そういった品物だと思いますが、ここについているですね、石の方を見てみましょう。はい、こんな感じの緑色のね、石がついています。ちょっとね、これ端っこ欠けちゃってますね。こちらです。こちら。でこれね、エメラルドだと、私は思います。こっち。ここにもついてます。はい。緑色の石でもう何度も、クォーツを染色したひび入れ法っていうので、似たようなやつがあるんですけれども、それとね、こうやって拡大してみるとやっぱ違いますね。内包物の感じは。はい。これもちょっと端っこかけちゃったりはしてるんですけれども、もうおそらくですね、エメラルドなんじゃないかなという、お品物です。こちらもそうですね。こんな感じで、ちっちゃいんですけれども、石がついてます。はい。他の石も、こんな感じで緑色の石がついています。で、これをぎゅーっと拡大すると、クォーツを染色したものだと中にね、染色の、シワシワシワってちっこいの見えるんですけど、これはこんな感じで、独特な内包物ですね。天然由来と思われる内包物が見られます。で、あとこのカットは結構シャープなんですよね。こう光の加減で、はっきり見えます。こちら、エメラルドの可能性が
高いです。ただ、エメラルドは眼芯って言って、処理をしたものが結構たくさんあるので、これがそういった処理を得ているのか得ていないのかは、ちょっと私にはわかんないです。こういう、ネクタイピンですね。1、2、3、4個、全部にちゃんと石がついてます。で、あと、2セット。こちら、カフスですね。ここにつけるやつなんですけれども、それも石がついたもの、ちょっと欠けちゃったりね、なんかしてるものもあるんですが、そういったお品物でした。では、次行ってみましょう。次、残り少なくなってまいりましたが、こちらですね、こちら見てみましょう。こんな感じの、ネックレスペンダントです。チェーンの方に特に素材を示す刻印はないんですけれども、このペンダントですね。はい。ペンダントのこのはめ込んであるところにね、特徴があります。はい、こちらです。これね、七宝焼きだと思われます。かなり細かくね、綺麗にできています。このね、銀色のところ、これが、銀でおそらくできてると思われます。なぜかと申しますと、色とか見た目もそうですし、あと、七宝焼きは銀七宝って言って銀を使うことが普通にあります。使ってないのもたくさんあるんですけれども、これは多分使ってるやつだと思います。というのは、裏ですね、裏。はい、見つかりました。ここですね、この四角く囲ってあるところなんですけれども、ここおそらくシルバーって刻印があったんだと思います。ただ、尻尾焼きは焼き物なので、この、釉薬と呼ばれる上薬を塗って焼くので、ね、それで、消えちゃったんじゃないかなという感じです。ここから、銀を取ってもいいんですけれども、これとても綺麗ですし、あと外側の枠は違うんで、そんなに取れないのと、あとこのガラス状のね、釉薬をこうバリバリって、全部壊さなきゃいけないんで、なんか、ちょっとかわいそうなんで、これはこのままで、の方がいいかなと思われます。では次行ってみます。次はどうしようかな。じゃあ、こちら。これは、ストラップかな。こういうなんかぶら下がってるやつです。キーホルダーとかのストラップだと思います。枠がついてるんで。こちら、見てみましょう。はい、パワーストーンみたいなの玉がついてます。こんな感じですね。はい、独特な色とね、模様も、内包物ですね。こちら確認できます。緑色の玉にね、なんか入ってるような、こう拡大すると見られます。で、こっちの透明の方はちょっとよくわかんないですね。本当に普通の透明の玉が入ってました。そういったお品物でした。では次行ってみましょう。次は、じゃあこの、綺麗なやつ行ってみようかな。キラキラの。はい、こんな感じのペンダントトップです。あと、どうなのかな。チェーンがこっちはこっちで、揃ってないですね。これだけです。素材を示す刻印はないんですが、このついてる石が結構綺麗です。はい、こんな感じの、なんでしょうね。クォーツなんでしょうか。ちょっとわかんないんですけれども、透明感のあるこういった石をね、使っているペンダントトップです。キラキラしてます。では、次ですね、行ってみましょう。次、こちら。これのチェーンとおそらくこれが、セットなのかな。他にないので、多分これだったんだと思います。取れちゃったのかね。こういったネックレスです。では、見てみましょう。こちらですね。これは、これもですね、シルバーの刻印あるんですけども、最後に G ってなってるんで、G シルバーと同じですね。銀ではないやつだと思います。で、こちら、ペンダントトップについているのが、こういうね、独特な模様があるんですけれども、これも別光かなと思われます。この感じがね、そっくりです。どうやら別光なんじゃないかなと思われるね、この雫状のペンダントトップ、それからチェーンがついてるんで、ペンダントネックレスです。はい、次行ってみましょう。残りあと2点ですね。こちら。はい、じゃあ、これもね、結構綺麗です。キラキラ。こんな感じの、ネックレスです。はい、ペンダントこんな風になってます。これを見てみましょう。はい、石はキラキラです。
で、素材を示す刻印が特に、はい、残念ながらここにはついていません。チェーンの引き輪の方にも特に刻印はないです。では、この石をね、拡大して見てみましょう。はい、石はこんな感じです。若干黄色みがかった石ですね。カットもちゃんとされてて、こんな感じで、汚れはね、いっぱいあるんですけれども、まあ、綺麗にすれば、もっとね、キラキラになるんじゃないかなという、こんな感じの石です。で、この角ね、ここです。この角も結構綺麗にカットされてます。なのでこれはどうでしょうか。シトリンなのかな。翡翠晶のシトリンっぽい感じです。はい。結構綺麗にカットされています。そういった、ネックレスでした。では次行ってみましょう。次というかこれ最後ですね。最後このすごいなんか独特な、はい、こんなお品物です。じゃあ、はい。これ多分メノのなんていうんですかね、母岩というか、原石というか、輪切りにしたやつだと思います。内側にね、結構なんか、クラスター状のなんか成長してる感じがあるのと、外側はちゃんと、なんか石ころみたいな皮みたいになってます。こちら見てみましょう。はい、とっても独特な、見た目をしております。これね、とっても綺麗です。で、この緑色のは何なんですかね。ちょっとわかんないんですけれども、小さなこの結晶が成長しているところが、確認できます。この辺もね、綺麗ですね。まるでカットされた宝石のように、この辺できてますね。もう、これが水晶の、六方晶系だったかな。こういう、成長する結晶構造ですね。これが、確認できます。先端とっても綺麗。あ、ここなんかもほら、すごい綺麗ですよ。独特です。はい、このなんかザクロっぽくなってるのもあるんで、まあ、いろんなものがここにくっついてるのかなという印象なんですが、とっても面白いですね。こういう自然のナチュラル感がね、もう外側なんかもう思いっきり石ころみたいになってるんですけれども、そんな感じの、ペンダントでした。はい。ではですね、サックスの方はこちら以上です。ちょっとね、いつもより少なかったかなと思われるんですが、まあ、思われるんですが、まあでも一つ一つ丁寧に確認することができました。では、全部取れたものを見てみましょう。じゃあ、はい、こちらです。こんな感じのものが、出てきました。そしてこっちですね。すごい少ないんですけれども、まあ、シルバーの刻印があったものです。はい。ではですね、こちら、量が少ないんですけれども、チャンネル独自のですね、銀の査定結果を、出してみようと思います。はい。こちらとこちらですね。この石がどうしてもちょっと大きいので、取り除く必要があります。重さに影響してしまうので、こんな感じでですね、爪の方を、掴んで外側に石が割れないようにですね、石が割れないようになるべく外側にギュッと掴んで、広げていきます。あ、簡単に取れましたね。このちっちゃい石の方を省略、とりあえず省略します。こんな感じの緑色の石が取れました。で、こちらこれで完了です。で、あと、このペンダントトップのこの部分ですね、ここも、銀なんですけれども、これ、取るのにはね、ちょっとだけ工夫が必要です。はい。では、こちら、じゃーん。これコーヒーのポットです。で、こちらをですね、こんな感じでパーツを入れます。で、上からですね、はい、熱いお湯をこんな感じで注ぎます。はい、か。こんな感じでお湯を注ぎます。そして、ちょっとですね、温まるまで、まあ、3分はいかなくてもいいと思うんですけど、こんな感じでちょっとの間、温まるのを待ちます。で、これはなぜかと言いますと、石のところに穴が開いていて、缶とかピンとかって言われるパーツをこう入れてあるんですけれども、そこに接着剤が使われてますので、その接着剤を熱で温めて、弱めてからこう取り外すことで、石をなるべくね、壊さないで、銀のパーツだけ取り出せるということです。
では、話してる間にですね、だいぶ温まったと思いますので、取り出してみましょう。はい、こんな感じで、もう熱くなってます。はい。では、これ、取れるかどうか。こんな感じでね、ここ、ついてるんで、あっち。ちょっと熱いですね。やっぱ目の熱の伝導率いくつでしたっけ？超熱くなってます、目の。この勾玉みたいな形のやつが。超熱いです。で、ここを軽くね、こんな感じで掴んであげて、でもう接着剤緩んでるはずなんで、こうね、ゆっくりやってあげると割れずに、なるべく丁寧にこう、浮いてきた。取れた。はい。無事に取ることができました。で、こっちのね、石の部分は全然、もうほとんどかけることなく、綺麗に取ることができました。はい。大変綺麗です。はい。こんな石が取れました。で、こちらですね。まあ、わずかなんですけれども、銀のパーツを回収することができました。では、重さを測って実際に価格の方を出してみましょう。はい。では、重さを測っていきます。まずはちっちゃいパーツです。これが、1グラムもなかった。じゃあ、これを乗っけて、はい、全部で 3.3 グラムです。この 3.3 グラムに、銀の、まあ、だいたい925の、1グラムのあたりの単価、330円をかけますと、はい、じゃん、1089円です。はい、ちょっと今日は少なかったんですけれども、こんな感じで、スクラップの方を回収することができました。で、あとこのね、緑色の石も、取れました。はい。では、こんな感じでですね、また動画の方を、作っていこうと思っています。もしですね、良かったと思った方はぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。あとですね、金とか銀とかはないんですけれども、こういったものの中から、ヤフオクの方を出品やってます。もしよかったら概要欄の方から覗いてみてください。あと、チャンネルのオリジナルのですね、ブラウザゲームもやってます。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。じゃーん。